日本語の種。こんにちは、ゆみです。このポッドキャストは日本語を勉強している人のために作りました。繰り返し何回も聞いてください。10月になるとアメリカではハロウィーンがあるので、怖い話が何かと話題になります。ホラー映画が出されたり、テレビでも気味の悪いドラマをやったりします。私はホラー映画は絶対に見ません。見ないと決めています。夜中に思い出すとトイレに行けなくなるタイプだからです。以前うっかり見てしまったリングという映画。あれを見た後は2、3年は、テレビが怖かったですね。あれですよ。井戸から髪の長い女の人が出てきて、最後にはテレビから出てくるあの話ですね。あの映画を最後にホラー映画はもう見ないようにしているんですが、ホラー映画が好きな人って多いですね。ハラハラ感、ドキドキする感じが好きなんでしょうね。子供の頃、私も怖い映画は見ない方がいいと分かっているんですけれども、布団とか座布団とかをかぶったり抱えたりして、その隙間からそーっと見てました。日本はホラー映画有名ですね。怖いこと考えるのが好きな人いっぱいいるんでしょうね。でも昔からこういう怖い話っていうのは日本にはあって、人々が口伝えで伝承してきたものがたくさんあるんですね。一番有名なのが小泉八雲、ラフカディオ・ハーンが書いた怪談ではないでしょうか。このラフカディオ・ハーンという人は島根県松江で英語の先生をしていたイギリス人でした。すっかり日本が気に入ってしまって日本の国籍を取って日本人になりました。奥様ももちろん日本人です。日本に伝わる怖い話、お化けの話を集めて本にしました。これが怪談です。一番有名なのは耳なし芳一でしょうね。私も子供の頃この話を読んだ時、もうゾーッとして耳を押さえたのを覚えてます。でも大人になってから改めて読んでみると、怖いというよりも平家の幽霊たちの悲しさなども感じられて、ただの怖い話ではないなと思います。読んだことがないという方はぜひ読んでみてください。私は怖い話より笑い話の方が好きなので、次回はちょっと笑える話をしたいと思います。このポッドキャストのトランスクリプトが欲しい人は、まことプラスメンバーになってください。www.makotoplus.com を見てください。それではまた。日本語の種でした。